無印良品2025年秋冬の新製品。今回は展示会にお招きいただいたので、いつものメンバーでお邪魔しました。文具、インテリア、食品、様々なジャンルから気になったものをピックアップしています。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。お話伺っても大丈夫ですか？いや、めちゃくちゃ興味最初からコーナーでよかった。ですね、もともとこの上にかかってるワンシーターは、去年販売はさせていただいてたんですけど、持ってます。持ってます。空気漏れてませんか？漏れてます。若干ちょっと一部の生産のロットのものにちょっと空気漏れがあったので、販売を停止して使用改善をしてました。そうなんですね。来年の1月に再デビューする予定で今動いて、外見はそんなに変わってないですけど、中のタンクとかの仕様をちょっと変えて、もう少しちょっと頑丈にしたもので、それと合わせて同じように空気でできたこういうフロアクッションで、もちろん単体で使っていただいてもいいんですけど、オットマンとして今のこれと合わせてこんな感じで使ってもらえると。2個重ねてスツールでも使えるしみたいな。全然いけると思います。いかが？めっちゃいい。めちゃめちゃいい。案外ちょうどいいサイズ感。これあれですよね、空気圧調節して柔らかさとかをご存知で。そうですそうです。案外このちょっとした高さが足も投げ出せるっていうのが結構くつろげて、あとはタンクだけじゃなくて実はちょっと中にクッション材入れてて、そうなんですね。ここのちょっと表面の柔らかさっていうのも確かにそうかも。俺が持ってるのとなんか全然違う。空気のタンクだけでいうとこれなんですよ。ただこのままだったらそれこそポヨンポヨンになるので、確かに跳ねちゃいますもん。そうなんですよ。それはない。積み重ねた時にも大丈夫なように裏はちょっと硬めのものを入れてて、据え置きなんですね。値段据え置きです。もちろん1万円以内で。いや、これすごいですよね。でこのサイズで持って帰れるってこと？そう。これはこうなんですけど、こっちもこれよりももうちょっとでかいぐらいの、なんで全然いけると思います。ミニマリスト的な目線で言うと、使わないときはこれしまえるから。そっか。そう。使うときだけ取り出してみたいな。軽いし、ここまで軽いですからなかなかないですよね。そうですね。だからそれこそ本当に空気なので重さゼロなんで。そうです。これね。これはめっちゃ聞きたい。敷布団。元の大きさこれなんですよ。でどっちかっていうと、本当に有事の際とか、急な来客とか、あと複数人で住んでて、例えばインフルエンザとかコロナとかかかっちゃって別の部屋で寝たいとか、ありますね。使う時に別パーツ、要はそのポンプが別でいるみたいなんで、結構あれどこ行ったっけってなると思うので、もうこれ一つで完結しますっていうのも、ここの小判型のところがポンプになってて、ここを押せばこう空気が入る。すげえ。やばいこれ。空気入ってきてる。入ってる。で別に構造的には難しくなくて、ここ中ウレタンが入ってるんですよ。でウレタンなんで潰せば空気が出てくると。でここを押さえちゃえば空気はこっちにしか逃げれないので、こっちにどんどん空気が入って、ワンサイズでもうこの形だけですと。でそっちが実はちょっとこんもりしてて枕状になってて、だから別のタンクもいらない、枕もいらない、本当にこれだけで最悪抱えて逃げてもらえれば。結構高さあるわ、意外と。これが196センチなんで、大体の人は寝れると思います。めっちゃいい。さっきからくつろぎに来てるな。いや、これでいいねってなるね。いや、これでいいよね。なんならこれがいいよね。これになんか1枚上にかけられれば全然いいよね、全然。ステーショナリーのこの2号枝分の一番の推し3つ大きくあって、1つがこのジーンズラベルっていうところと、でもう1つがライフログですね。で裏側に回ってもらって、収納がこの3つが大きく今回打ち出したいアイテムになっています。このジーンズの裏側にあるラベルご存知ですかね。なんか革とかであるようなやつですよね。そうです。それの素材になります。で革じゃなくて紙なんですけど、風合いが出てむちゃくちゃ経年劣化楽しめるすごい素敵な素材なんですね。今 PC ケースとかタブレットケースとか
すでに発売はしてるんですけれどもこれそこにプラスして書類ケースとかペンケースとか名刺ケース足して、大きく打ち出していこうとしているアイテムになります。デジタルとアナログをすごい感じよく持つっていうテーマで、この時点で風合いがいいんだけどここからさらにってことですもんね。そうですね、シワとか寄ってくるとさらにいい感じになってきます。こっちのマチ付きタイプ以外は全部マグネットがついていて、でマグネットも真ん中についてるんじゃなくてこの両隣についてるので、アプローチをこの真ん中からしていただけるっていうになっているのと、中に仕切りがあるのでいろいろ自分のルールで仕切ってもらえるっていう形になっています。なんか単に紙の封筒とかではなくて、しっかりそうですね、値段が安い。1000円前後ですもんね。安いですか？良かったです。いいもんね。いやかっこいいなこれ。黒めっちゃいいな。はい。確かに。でライフログなんですけれども、スケジュール管理みたいなところがモバイルとかで管理する人が増えてて、で手帳を別の使い方でやる方がとっても増えているっていうのがライフログなんですけど、今回日付がついてないノートタイプを出します。いいなこれ。今既存ですでに発売しているのがこのウィークリータイプとマンスリータイプになります。そのアイテムに追加してデイリーで使えるタイプの2コマと、イメージ的にはなんか夏休みの絵日記とか一つのプロジェクトでやったりとかの1コマになっているタイプと、方眼と無地っていうタイプで出します。それの A5 サイズと持ち運びがちょっとコンパクトにできる A6 サイズを新しく展開して発売になります。日記ってもう毎日こう書いていかないと空白のページができるじゃないですか。嫌なんですね。罪悪感すごくて。少し緩くやりたいもんね。そうそうそう。わかる。まさに本当に日付ないので、自分のペースで書けるっていうところがポイントになりますね。本当に書きたい時、思いついた時とかにもうめっちゃそれです。ジャーナリングがなんかメンタルヘルスにつながるみたいな話になるじゃないですか。本当にまさにそこに着目してなので、ジーンズラベルで今回限定色で今回出すので、この2色は今回の限定の色になってまして、インディゴブルーで、あとこの使い方としてこれって100円と120円っていうすごい破格な値段なんですけど、一応こういう2冊両方後ろに挟んで自分でカスタマイズしてマンスリーと例えば無地とか簡易的なシステムノートみたいな感じで使えるんです。そうめちゃくちゃうまいこと言ってくれますね。はい、おすすめは裏側になります。はい、ここは通常のスケジュールとカレンダーみたいなところになるので、ここは毎年出る形になります。いや僕これ今パッと見てすっごい可愛いなと思っちゃったんですけど。確かにこれなんか新しい。あります。あるんですか？めちゃくちゃ毎年あるんで。これちょっとお願いします。可愛い。これ可愛いですね。で最後大きく収納になるんですけども、2つあってマグネット付きのポケット収納とジャバラファイルになります。とにかく長さの封筒とかはがきとか子どものプリントとか例えばですけどさっとまとめて片付けられるっていうのをマグネット付きの収納で作ったっていうのがあるんですけど、あとここが可動式になってるのでなければ閉じといてもらったらいいんですけど、クッと中に開けてもらって、はい、奥行き出せるというか。そうです。ブックシェルフにもつけられるってことですよね。つけれます。はい、L 字のものとかには全然つけれると思います。これちょっといいかもしれない。うちの商品じゃないんであれなんですけど。で最後がジャバラファイルです。書類の量に合わせて幅が変わる、ジャバラ式アコーディオン式になっています。で3ポケットと6と12でポケット数をちょっと、変えて用途に合わせて使っていただける形になっているっていうところと、2つポイントが、1つはこのまま自立して使えるってことと、もう1つはモジュールをうちのファイルボックスに合わせているので、そこをぴったり合わせて入れれるっていう、出したり戻したりとか保管するときはファイルボックスに入れて蓋を閉めて保管するみたいな。僕これで完全にステンレスのユニットシェルフでもうがっつりこれでシステム化してるので、めちゃめちゃ無地ラじゃないですか。なんなら今まで確かになかったな、こういうの欲しかったなっていうのを今思い出しました。もともとの既存の商品にもう一度光を当てるためにちょっと一緒に活用できるものみたいな感じで開発してます。こちらがドライヤーということですね。これが大風量マイナスイオンドライヤーといいまして、まず大風量のところをぜひご覧いただければと思うんですけど、このターボに入れていただくとかなり強い
強いですね。でこの温度を抑えてある。でこれ大体60度とかそのぐらいの、ホットの温度になってます。これが表面を傷ませないっていうところがあります。でさらに機能があって温風と冷風を切り替えるボタンがあります。これで4秒ごとに切り替わってきます。なるほど。今が冷風でこの後温風。変わった。はい。自動化されてるんですか？そうですね。自動で切り替わるようになってます。アンダー5000円ですもんね、はい、すごいですね。でここに数字があるんですけれども、はい、指通りが引っかかるっていうのが 50% 軽減されます。つまりサラサラになり 175% 艶やか、はい、75% 光沢感っていうのが増してきます。ペットボトル1本分ぐらいの重さ、はい、こちら温風がすぐに出るセラミックファンヒーターというものでございまして、こちらの写真のようにですね、例えば脱衣所だったりだとかキッチンとか、あとはトイレですね、寒いんだけれどもエアコンとかは効かせられないよ、ヒーターをずっと使うにしてはちょっと電力使いすぎだよっていうところにコンパクトなヒーターでございます。人感センサーがついてます。ですので、この前に来た時にこのヒーターが稼働する。ですごくもう出てきましたね。はい、結構高いもん熱いですかね。温風が結構出てくるので、人感センサーが1分後か5分後に切れるっていう設定ができます。名前の通りですぐに出る感じがありますよね。あ、本当ですか。それは嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかさ、新しすぎない？この手触りよ。もちもち。そう。これの使い方教えてもらえませんか？ですね、これははい。こう入れまして、はい。なんかわかんないけど落ち着くって言った人が一番多い使い方。あとはここまで落としてなんか何かに寄っかかってスマホを見たり本読んだりみたいな、背中のいっぱい板座の椅子って多くないですか？ありますね。気づいたら結構痛いみたいなことに、こうですね、こう来てこうです。なんか落ち着く。なんか落ち着く。使い方があえて限定されてない分、なんか本当にソファーの上に置いといて、なんかゴロゴロ自由に使いながらみたいなイメージ湧きますね。パがかかったらパンと外れる、はい、フックをここにはいつけてます。結構簡単。はい、すげえ。この状態でもなんか使いやすいかもしれないみたいに。紐状の。そう、紐状でなんか好きに巻けるみたいな。想像力が試される。これだけ見たら何かわかんないですね。そうなんです。結構コンパクトな感じで。無地トゥーゴーね。めっちゃコンパクトだね。靴に衣類用じゃない？多分。靴下とかインナーとかそういう類だと思うわ。筒型っていうのが俺すごいこれ気になるんだが、こっちの畳める仕分けケースが気になったんですけど、こちらはですね、今こういう四角いタイプを発売してるんですが、スーツケースに入れるとどうしてもこの隙間が空いてしまいますっていうところで、筒型のケースを開発しました。隙間を埋めるような形で入れられるってことなんですね。お洋服も丸めて入れていただけますし、靴下とか肌着とか小物類も詰めやすくなってます。これめっちゃいい。はい。なんで筒型になってるんだろうっていうのがちょっと気になったんですけど、まさになんかかゆいところに手が届くような感じなんですね。隙間産業です。これはもう従来からある。そうです。それがこちらの四角いタイプです。だからこれを組み合わせて、はい、それこそ自分のスーツケースのサイズ感に合わせてっていうことですね。そうですね。今回ですね、あったか面と化学繊維ですね、一般的に使われているで、綿 100% で温かいっていうのを実際デモンストレーションということで、こう手で握って、でそれをサーモグラフィーで発熱度合いを確認いただくと。で今10秒ぐらい握ったんですけど、握った後の状態っていうのがこういう感じで、全然違う。もう差が、全然やね。あったか面というのはその人体から出てる水蒸気とか、その辺を吸って発熱するっていう能力を備えてて、単に天然がいいとかじゃなくて本当にこう効果があるっていうところですね。天然繊維の良さをさらに引き立てたという状態にしてます。化学繊維だからちょっと肌にそうなんです。合わないっていう人いるよね。病院行ったお医者さんがあったかめにしてくださいって勧められたぐらいで、やっぱそうなんですね。で、その原因
ンとなるのがこちらでこの肌の乾燥を防ぐとしてますけど、要は油分があるわけですね。でそれを過剰に取ってしまうと皮脂からこの蒸発して水蒸気が出やすい状態になって乾燥しちゃうんですね。それがあったか麺と化学繊維での違いというのをこれ油になるんですけど、油の上に落としてで油の吸い方の違いというのを見ていただこうかと。はい。おお。すげえ。瞬時に吸ってしまうのと、緩やかに吸うんですけど吸い方が違うという。シリーズものですよね。そうですね。ここら辺は。いや今年は無印にしよっかな。無印だってこれ1枚で結構あったかいよね。そうですね。はい。こう思い出したメディアかなんかで見てすごい気になってたんですよ。フォルムファインドっていうシリーズになりまして、5月にもリリースされているものにはなるんですけれども、日本人のデザイナーの吉行良平さんっていう方にデザインをしていただいています。日本のルーツっていうところがデザインのベースになっていて、シェルフの奥の2つに関しては着物をかける意向って呼ばれるものがあるんですけれども、そこがデザインソーフに、なってます。カットっていうものがこの横にしてるんですけど、これ今横になってるかわいいですけれども、こういうこれは着物のちょっと袖の部分のデザインから来ていたり、スリットっていう名前なんですけど、スリットはのれんから来ていて、木材も日本の木材を使っていて、北海道にあるトドマツっていういわゆる針葉樹林って呼ばれるものになるんですけど、杉とかもそうなんですが、あんまりなんか家具に正直使われなくて、どっちかっていうと広葉樹の木の方が家具にはよく使われるんですけれども、使われない理由っていうのが節の部分っていうのがやっぱり見栄えがあんまりよく捉えられなかったりするんですけれども、そういったものでもしっかりとプロダクトとして完成していれば、魅力を伝えれるんじゃないかっていうようなところで、特にシェルフの方が分かりやすいかもしれないんですけど、こういう部分とかですね、節をそのまま生かしてたりとか、ここももともと節があるところをこれはちょっと塗装で上から塗っているんですけれども、家具のプロダクトにしてるっていうところがちょっと新しい挑戦になってますね。ここにした状態でも座っていただけるんですね。見る方向で素材感も変わるから。そうなんです。おっしゃる通りでありがとうございます。中性材の集まるこの美しい面と、逆にこの横の面っていうのはカラーリングを施していて、グレーのカラーのものを入れているので、そのあたりも魅力ですかね。なんか気になるゴミ箱なんだこれ。わあ、これいいな。なんか置いときたいこれ。この四角の方がいいんじゃない？四角の新鮮だね。食べたい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 ラーメンね。食べたい食べたい食べたい。ラーメン。美味しいラーメンが。全部食べに来ました。生麺を熟成乾燥させたラーメン。いかがですか？はい。うめえ。それだけ？弱いな今の。結構マイルドな感じ。お子さんとかも食べれそうな感じ。辛みとか。ファースト乾燥ないの？パッと出てくるフレーズは。なんだろうね。あんまり癖も生麺だ。でもね、食べやすいね。なんかやっぱ無印。それだね。めっちゃ生麺食べてる感覚だ。ああ、正解でしたそれが。これかな、じゃあコーヒーゼリー。食べます。コーヒーゼリー楽しみにしました。ああ、いい。もう。うめえ。同じ反応やんさっきと。ゼリー。無印良品さんのオリジナルブレンドコーヒーを使われてる。かわいそうに毎回もう見てらんないよ。キスケのそのさ、感情乗っかり感想を全部リクトが潰すのよ。なんかあこれみたいな。決めの一言最初にちょうだい。うまい。ダメだこいつ。ちょっとじゃあシミチョコ温州みかん食べて。一番うまいんじゃない？もなんか最初サクやねんけど、ジュワってなんだ。ガレットブルトンヌです。ガレットブルトンヌ。本当に上品なクッキーって感じ。めっちゃ美味しい。上品なクッキー。上品なクッキー。下手すぎない？上品なクッキーだけ？じゃあ俺が食うわ。普通のクッキーより熱いよ。それ言わなきゃいけないわ最初に。
確かにね上品なクッキーだむずっ。でもバターの香りもすごい強いですね。普通にコーヒーとか冬場にまさに食べたいような感じですよね。うまい。今出ました。いや今スタッフの方がちょっとうなずいてくれて、俺なんかほっとした感じです